皆さんこんにちは。無双界空手の荒垣です。前回ですね、空手の受け技を説明しました。受け技自体には入ってないんですよ。なぜなら暗入かつ脈絡、この2つを一人の人間を永遠と初めから終わりまで自分一人が対峙して勝負するというのは空手の型で、その中に暗入と脈絡が存在するんだと。それが分かれば全てが分かる。でもそれが分からなければ何も分からないということです。それを説明しました。ではまずそれに準じて上段上げ受けを説明します。上段上げ受け、流派によっていろいろ違います。でも基本的にはこういう感じです。非常に興味深いのは、こういう受けをする流派もあります。一体これは何なんでしょう。両手をクロスする。なぜなら相手の突きが速い、攻撃が速いから、もし万が一受け損なっても自分の両手でカバーできると、相手の攻撃を。だからクロスするんだと言われています。これはさまざまな受けでも同じ塩梅です。でもこの上段上げ受けと言われるもの、これは受けではないんです。では何か。ですね、基本的にこれははっきりさせておきます。暗入、脈絡を理解すれば、空手の型には受け技は一つもありません。一つもありません。この上段上げ受けと言われるものは、相手の襟首を取って下から相手の顎ですねをかち上げてるんです。ですから受けてるわけじゃないんです。こういう受けありません。これよりタックリングした方が早い。でも空手は必ずこうして、いいですか、これ相手の頭を持ってるわけです。ここに。そしてかっきる。相手の頭をかっきる。これが上段上げ受けです。ですから上段の攻撃技であって上げ受けではないんです。次に中段外受け内受け、これは流派によってどちらを外受けどちらを内受けにするか違う場合があります。でも基本的には外から内、内から外です。もうお分かりになったと思います。これも全部相手の頭をかっきってるんです。首をかっきる。特にこれもろ手中段があります。両手を拳にしてもろ手受け、または一つは拳、一つは返し受ける。なぜなら相手の攻撃があまりにも強いから両手を使う。そんなことありえないです。絶対にありえないです。いいですか。相手の攻撃が強い、パッと受ける。これは受けというよりはもう避けてるんです。それはありえる。でもこういう受けはありえない。これだけはつけばいい。よろしいですか。2つの解釈があります。1つは相手の頭を持って下からかち上げる。でも本当はそれでもないんですよ。なぜなら相手はここに持ってるから。すなわちメタフォーを理解すれば相手の頭はこっちにある。次の動作持ってくる。ですからこれとこれ、もろ手突きですね。もろ手受けともろ手突き、または山突きと言われるもの、それは全て同じ動作なんですよ。全て同じ技。それを空手の型にある暗入と脈絡を理解しなかったゆえに外受け内受けまたはもろ手受けになってしまったんです。これは自分が一体どういう予備動作をしているか、どういう予備動作をしているのか、相手に対して次の動作は何になるか、それさえ分かれば理解できることなんです。ですから中段外受けありません。
中段打ち受けありません。もろ手中段受けありません。すべては攻撃です。次はもうだんだん分かってきたと思います。下段払い受け、相手が前切りをした下段で受ける、理にかなってます。でもですね、型を見た場合理にかなってないんですよ。なぜなら大体においてここから来て下段払いをする、相手が一人ここにいてついて倒す、次の相手はこっちから下段前切りをする、こちらは回転しながら下段受けをする。そんなことありえないです。そんなに都合のいいタイミングで相手が攻撃してくるんであれば自分は空手なんか必要ないです。だって相手は自分に合わせてくれるんだから。これは一体何か。これはですね、相手をついた、相手の頭こっちにあるわけです。頭がいいですか。このままかっきってるわけです。だから必ずクロスしてるはずです。手はなぜなら相手の頭がこうなってますから、このまま自分は重力落下を後方に行いながらかっきる。これが下段払いです。ですからこれも受けはありません。もうだんだんお分かりになってきたと思います。回し、ともえ、和、すなわち回し受け、ともえ受け、和受け、今はこうなってます。昔はここです。どういうことか、一緒なんですよ。これも一緒。相手の頭がここにあるんだと、それをひねり倒してるだけ、相手の首をひねってるだけ、相手の首をひねってるだけ。その時に猫足立ちが入る時もあります。なぜなら相手を引いてひねってるだけ。わかりますね。これで引く時の一瞬は猫足になるかもしれません。でも相手の頭はこれでひねり倒して相手の首を折ってる。返しだろうが変死だろうが関係ないんです。ですからこれにも受けはありません。ならば空手の技なんです。すなわち上段上げ、中段当て、もろ手当て、または首ひねり、下段払い、回し、ともえ、和、首ひねり、それを愛入と脈絡を理解すれば型が全て分かりますし、沖縄空手の型には受け技は存在しないというのが明確に理解できると思います。今日はここまで。またお会いしましょう。どうもありがとうございました。